はい、皆さんこんにちは、ファナンです。今日のファナンチャンネルは前回の朝鮮王朝のコジョンの息子娘さんに関連して、今日は徳江恩樹、日本ではラストプリンセスという映画で知られてはいますけども、この徳江恩樹についてお話を進めていきたいと思います。日本名で徳江姫とも言われています。前回はこのコジョンの息子さんの中でイ・ギン、ヨンチンワン、ヨンチン王についてお話をしました。前回のこのヨンチン王についても日本で教育を受けて、そして日本の皇室の方と結婚したということをお話ししましたけども、今回はこの娘さんですね、皇女が日本に来て、そして日本の皇族と結婚するというパターンです。日本において、こういった皇女の息子、娘さんが来て、そして教育を受けて結婚したという事実、今日はこの徳家恩樹の生涯についてお話をしていきたいと思うんですけども、恩樹というものが根樹ではなくて恩樹というような先ほど漢字が出ていましたけども、これはですね、側室の生まれの皇女の称号ということであります。で、徳江恩樹ですね。徳江恩樹は1912年に生まれて1989年まで生きた人ではあるんですけども、こういったこの日程時代、要するに韓国併合の後に生まれて、そして日本の敗戦、そして解放、そして韓国動乱というですね、まさに動乱の中で生きた方であるということをまず押さえていきたいと思います。先ほども申しましたように、韓国併合が1910年に成立して、その後に生まれたということであります。で、コジョンにはですね、五男一女というですね、息子、娘さんがいるんですけども、この中で、たった一人の娘さんであると、韓国ではウェドンタルというですね、言われてはいるんですけども、それだけ貴重に思えたというようなことであります。で、コジョンが還暦の60歳の時に生まれたということもあってですね、自分の娘というよりはですね、本当にこの孫のようにした、そういったこの感覚で接していたんではないかとも言われてはいるんです。で、このコジョンとヤンチュンギというですね、側室、韓国では高級と言ったりするんですけども、側室との間において生まれたのがこの徳江姫、徳家恩樹ではあるわけですね。ですからコジョンにおいてはもう本当に初めての娘であるということであって、本当にこの溺愛をしたというふうに言われています。でその溺愛をしたがゆえにフクネイドンですね、フクネイドンというこういったこの、家というんですかね、特別な特権恩樹のためにその部屋を設けて、そしてそこに住ませたというですね、ことです。そこに何度も何度も足を運んで、そしてこの特権恩樹を可愛がったと言われています。それから後にですね、自分の神殿ですね、寝室に移して、そして一緒にこの寝たというようなことで、とても愛された、コジョンにとても愛された、そういった娘であるということなんですね。それから宮廷内にこの幼稚園を設けて、そして特別に教育をしたというようなことであります。で、コジョンにおいては、この徳江姫ですね、徳家恩樹に対する願いとして、側室から生まれていると、そしてこの側室の中でも、とても身分の低い、そういう下級女官との間によって生まれたがゆえに、実際に王族として選ばれるかというところが不安であったわけですね。ですから、このコジョンの願いとしては、王族としての立場をこの恩樹に与えたいというようなことがあったということで
ですね。それからもう一つは、結婚相手ですね。この当時は先ほどのイ・ギンですね、ヨン・チンワンのように、日本の皇室と結婚してしまうというようなところもあったがゆえに、日本に留学して、そして日本のですね、人と結婚するということにおいて、とても不安であったというかですね。ですから、この日本人以外の婚約者にしてもらいたいというような願いがあったということです。その後ですね、1919年にコジョンが亡くなっていきます。これは毒殺というふうな言われていたわけですね。ですから、この後に今、民衆がこのことを知ってですね、独立運動が始まっていくわけなんです。そういった意味では、ですね、特慶恩寿が6歳の時に、コジョンが急死してしまうがゆえに、かなりのこれも一つのショックの始まりだったというわけですね。で、特慶恩寿のその生涯を見ると、多くのですね、こういった身近において多くのことが起こっていくという中において、本当に精神的なダメージを受けていくということがあります。1921年ですね、その後にこの日の出小学校に編入するとなっていますけども、この当時は日本語による教育というものが徐々に広まっていったがゆえに、特慶恩寿もこの日本語の教育を受けさせ、日本語でですね、教育を受けていくというようなところになっていきます。で、特慶恩寿は童謡の姫君と言われるくらい、音楽のセンスに長けていたというんですね。特にこの作詞ですね、作詞をしながら曲にこの詞をつけていくというようなところで発表をしたりとか、それから実際にですね、こういったレコードを世に出していくというようなところがあったということです。音楽の才能に長けていたということなんですね。1925年に日本に渡っていきます。これがなんと12歳の時です。非常にこの思春期の時に特慶恩寿は日本に渡っていくわけなんですけども、この時に日本名ではですね、徳江姫というふうにして、日本の同僚ですかね、同級生から言われていたということです。女子学習院に入学していくわけですね。学習院の前身ですけども、そこで徐々に彼女はこのホームシックになっていくということでありますよね。外国に連れて行かれて、そしてこういった環境の中で生きていかなければならないということであったわけです。ある人の証言によれば、徳江姫はとてもこの無表情であり、そして無口であるということでありますし、前回のその井雅子さんですね、この徳江姫に会ったときに、この驚いたのはですね、本当にこの表情っていうんですかね、暗くて、そして、この表情が変わっていたというところで、とても驚いたというような証言をしているということです。それに立て続けて1930年に彼女の母親がですね、死んでいくわけです。で、その時は17歳というですね、年だったんですけども、その時から本当にこの不眠の症状が現れてきたということと同時に、学校にもですね、行かなくなっていったということで、徐々にその心がですね、病んでいったんではないかということです。それゆえに、この病院にこの診断をしたときに、統合失調症というですね、診断を受けるわけですね。今でいう、このうつ病に関係する、そういった病状ではないかと思いますけども、そういったこの思春期を過ごしながら、今度はこの1930年に結婚という運びになっていくわけです。前回の李雅子さんと同じように、これは一つのこの政略結婚ですね。政略結婚がここにおいてなされていくんですけども、皇族というよりは、旧対馬藩主ですね。対馬の対馬藩の当主と結婚していくわけなんですけども、宋武之というですね、方と結婚をしていきます。宋というのは、これは対馬の藩主なんですけども、
朝鮮とのですね、通信使の時に、この仲介役になって活躍した、そういった藩主ではあるんですけども、この当時はもう没落して、そして借金をたくさん抱えていたということもあって、こういったところに一つの政略結婚があったんではないかというふうなことも言われています。宋武之さんですね。この方は、この学者であると、詩人でもあり、英文学者でもあるということでありますね。後々に、この徳教寺とは離婚をして再婚していくんですけども、こういったこの背景がある人とですね、結婚していくわけなんです。1932年に彼女の娘が生まれるんですけども、この娘に対して、あなたはチョンヘだというふう、名前はマサエですけども、日本名ですね、韓国の名前でチョンヘだということで、強調したとも言われています。実際にあなたは韓国人だというふうなことを言ってるということだと思うんですけども、で、その後に、日本が開戦をして、そして、この戦中ですね、それから敗戦という運びになっていく中で、彼女の生涯は、ほとんどがこういった戦争の中にあって、結局はこの韓国においては解放というような運びになっていくんですけども、前回のこのイ・ギン殿下と同じように、祖国に帰ることができないと、李承晩大統領の政権において、この入国が禁止されていくわけですね。それから王族が一般民主になっていくという中において、1946年ですね、次の年に病気が悪化していくと、病院に入院していくわけなんです。で、そういった病院に入院している姿を、このキム・ウルハンというこの記者が発見して、それを記事にして韓国で証言したというところから、韓国に入国させるべきだというようなこの意見というんですかね、運動が起こっていくわけです。で、1955年に、こういったこの精神病のこの彼女と、そう竹幸さんとの関係が、周りのこの状況からですね、離婚という運びになっていくということなんですけども、本人は知らないところで、離婚が成立していたというところであります。いよいよ韓国の地に踏んでいくんですけども、これが1962年にようやく、実現していくわけです。この32年ぶりに、韓国に、朝鮮にですね、足を運んでいくわけなんですけども、この時にはもうですね、もう精神的にもかなり傷つき、そして、朦朧としながら、この金浦空港ですね、韓国の地に足を踏んでいくわけですね。この時の状況が、映画にもなっていますけども、多くの人たちがですね、この恩樹に対して、礼をしながら、そして迎えていくんですけども、彼女は何がどうなっているのか、さっぱりわからないような、そういった表情をしながら、韓国の地を踏んでいく、そういった場面があります。ソウル大学に入院して、7年間の療養生活を行い、そしてこの写真にもありますように、チャンドックンですね、ナクソンジェというところで、過ごしていくわけです。で、先ほどのですね、娘さんは、結婚はするんですけども、この方も、行方不明になっていったんですけども、死亡が確認されています。要するに、彼女の娘さんも、心を病んでですね、そして最終的には、日本で亡くなっていったというところであります。1989年に、特権恩樹は亡くなっていくんですけども、晩年はですね、本当にその子供のようであったと、精神的にも幼く、そして病気ではなかったとも言われるぐらい、この療養生活をしながら、様々なこの体験を通して、精神的に病んでいった、そういった方として亡くなっていたということであります。
はい、今日はですね、特家恩樹が、一応最後のプリンセスと言われる方についてお話をいたしました。ご視聴ありがとうございました。今後もご視聴よろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。